ピンポーン。この動画は推定をもとに推定をしているので信頼性が怪しいです。皆さんこんにちは。こんにちは。前回はフロントホイールのハブの抵抗を実測ベースで予測しました。実測ベースといっても2パターンの軽い荷重で測定して、そこから実装工事の荷重がかかった場合の抵抗を推定してるだけだわ。そうだね。だから精度が良いとは言えないけど、桁が違うってほどずれてはないと思います。今回はこれを拡張して車体全体のベアリングによる抵抗を推定してみようと思います。本当は前回一緒にやりたかったんだけどね、あんまりにも長くなるから別動画にしました。まず今回対象になるベアリングをリストアップしてみましょう。まず前回測ったフロントハブです。フロントがあればもちろんリアもあります。リアハブにはスプロケットを回転させるためのベアリングも1ペアありますね。この部分はフリーハブボディと呼びます。そのままドライブトレイン関係を見ていくと、クランクを回すための BB があります。正確にはボトムブラケットですね。ソンでプーリーが2つです。呼び方はメーカーによるけど、上側をガイドプーリー、下側をテンションプーリーと呼ぶことが多いです。最後に左右のペダルです。さすがにステムベアリング、ハンドルのところですが、これは除外でいいですよね。これらをここに前回みたいな空転法で推定することも不可能とは言いませんが、かなり大変です。なので今回は前回のデータを補正して推定する手法を用います。ベアリングによるパワーロスはだいたい回転数と荷重に比例するので、それぞれのベアリングの回転数と荷重を推定して計算に使います。またベアリングサイズによる影響もあるので、それの補正もします。この補正はパルムグレンモデルを根拠にします。つまり荷重に依存する成分は直径に比例、速度に依存する成分は直径の3乗に比例としました。3乗というとすごそうですが、速度に依存する成分は係数が小さいから大して影響しないんですけどね。この式に含まれないシール抵抗なども直径に比例するとしました。これ以上算出方法の説明をするとみんな眠くなっちゃうかもしれないから、一旦結果を見てみましょう。こちらは時速 30km、総出力 139W を想定した推定結果です。下の表は計算に使った数値ですね。ベアリング平均径ってのは内径と外径の平均値のことです。棒グラフの縦軸はもちろんパワーロスなのですが、今回3パターン用意しました。赤い棒がハブの計測結果から素直に計算したものです。青の棒はより理想的というか、ロスの小さい条件を想定しています。シール抵抗や余圧による抵抗をゼロにして、摩擦係数が一般に言われる 0.0013 になるように調整しました。黄色い棒はボールベアリングを使わずにブッシュを使った場合の推定値です。といってもブッシュが使われる可能性があるのはプーリーとペダルだけだと思うので、その2つだけ記載しています。どうでしょうか？赤いのを合計すると 2.1W、青いのを合計すると 0.8W でした。致率もで大きくなるかなと思ってたけど、結局ハブの影響が支配的です。とりあえず黄色いのが目立つけど、まず合ってるか怪しいからコメントできない。そうだよね。この推定は DT スイスの G1800 ってフロントホイールをベースとしています。このホイールのハブベアリングは深溝玉軸受けの1ペアで、片面が接触シール、もう片面が非接触シール。グリスは詳細不明ですが低粘度のものです。またフェードは不明ですが余圧がかかっています。もちろんベアリングのボールはスチールです。セラミックスではありません。これと構造が近いほど赤い棒の予測が近くなると思います。例えばホローテック2タイプの BB は結構近いんじゃないでしょうか。オイル潤滑のセラミックベアリングなんかは多い棒くらいになる予感がします。予感ね。で、プーリーやペダルはボールベアリングではなくてブッシュが使われていることも多いので、その予測も記載してます。
ブッシュはもっと正式っぽい呼び方だとクレーンベアリングや滑り軸受けといって立派なベアリングの一種です。ボールベアリングに対して小スペースで荷重や異物に強いといった強みがあります。とはいえ抵抗の面ではボールベアリングに大幅な遅れを取り、摩擦係数は2桁くらい大きいです。クレーンベアリングのメーカーの資料を見ると摩擦係数 0.1 から 0.15 になっていることが多いですね。今回は間を取って 0.13 とし、パルムグレンモデルとか使わずに普通にこの摩擦抵抗の式を使って計算しました。プーリーをブッシュからボールベアリングのにするのは定番のプチカスタムだけど、他のベアリングをどうこうするよりかは理にかなっているかもしれません。ペダルに関してはカップ&コーンや複数種類のベアリングの組み合わせのが多いから、この中間くらいの抵抗になるんじゃないかなって思います。信憑性の補強としてすぐ引き合いに出して申し訳ないんだけど、セラミックスピードさんがプーリーのベアリングによる損失差の計測結果を公開しています。それによるとこんな感じ。これはプーリー1つ分だから足のやつを半分にして比較するとこんな感じ。まあまあ一致するかしら。理想値は低すぎるけど。念のため言っとくけど、アーシの方から合わせに行ったりしてませんからね。セラミックスピードさんを信じるなら最初からそっちだけ見ればいいじゃない。違う方法で導いた結果が大体一致するなら、お互いに信憑性上がっていいでしょう。ベアリング関係のアフターパーツメーカーはうさんくさいってイメージ持っている人も多いと思うけど、少なくともセラミックスピードさんが出すデータはほとんどの場合ちゃんと条件が書いてあって誠実かと思います。前回のハブベアリングの推定値は条件が曖昧でしたが、それは主題じゃなかったので特におかしくはありません。一回怒られた方がいいでしょみたいなメーカーもあります。さて、今度は横軸を走行速度にしたグラフを表示してより詳細に見ていきましょう。フロント 52T、ケイデンス 95rpm 固定で計算しています。そのため極低速はありえないので時速 15km からのグラフにしています。リア変速の関係で本当は階段状グラフになるはずだけど、今回は無限の段数がある仮想スプロケットを使わせてもらいます。フロントハブとリアハブは全く同じ計算を使っているので完全に重なっています。これは荷重一定で回転速度はもちろん走行速度に比例ですので、このように直線的に増加していきます。それ以外はそれぞれ特徴的な増え方をしていますね。これをどのような条件で計算したのかちょっとお話しさせてもらいます。家庭に興味ない人は飛ばした方がいいです。こちらはドライブトレイン周りの拡大図です。パワーロスの算出にはその時の回転数とかかっている荷重が必要です。さっきも言ったけど今回の計算ではケイデンス、つまり1分あたりにペダルを回転させる回数は95に固定しています。なので BB とペダルの回転数は95で固定ですね。プーリーの回転数もフロントとの発数の比率で固定です。よくある 11T だとすると 449rpm です。リアのフリーハブボディの回転数だけ速度に比例です。回転数はこんな感じで簡単ですが、荷重は複雑です。ここら辺にかかる荷重はペダルの動力によるものとチェーンテンションによるものです。チェーンテンションは上側の強いテンションと下側の弱いテンションに分けられることに注意です。上側はペダル動力によるもの、下側はディレイラーのテンショナーによるものです。それぞれの力を図で表すとこんな感じです。強い方のチェーン張力はその時の出力から計算できます。弱い方のチェーン張力はうちにあるやつの実測ベースで11ニュートンとしました。ペダル動力は特に複雑かつ変動的でよくわかんないんですが、ここにこだわっても不毛な気がするので、出力から計算できる最低限の力を2倍にしたものが真下にかかっていることにしました。立ちこぎすれば全体重が乗り大幅に荷重が増加しますが、キリがないので考えないことにします。
そんでこれらの力を合成するとこんな感じになります。合成する時の角度もこだわる意味ないと思うので、ざっくり30度刻みくらいで計算しました。こんな感じの考えで計算するとさっきのグラフになるわけです。いくつか注目ポイントがあります。まずプーリーは荷重も回転数も固定なので、パワーロスも固定なことです。なのでグラフ上では真っ平らな直線になるわけですね。次に BB とペダルは回転数一定ですが、出力により荷重が増加するので、こんな感じの曲線になります。フリーハブボディだけ、回転数も荷重も両方増加するので、上昇率が高いです。これは今回計算するまで気がつかなかったので、ちょっと発見でした。だからなんだよって話ですが、このチャンネルの8割くらいは、だからなんだよって情報でできています。さて、個々の数値より合計値の方が重要だと思うので、いつもみたいに積み上げグラフに変更します。あと、線を1本追加しました。この線は、全体の出力から見た、これらのパワーロスが占める割合を示しています。総出力はこちらですね。速度上昇によりパワーロスは上昇しますが、割合的には下がっていくのがわかりますね。まあほとんど空気抵抗が青天井で増えてくせいです。こう見ると低速時は超重要とも取れるのですが、所詮は数十ワットの中から1ワットくらいロスしているだけなので疲労に与える影響はごくわずかかなと思います。こんなグラフ出しといてなんですが、嘘をつかなくてもデータの出し方でだいぶ印象変わりますので、悪い人に騙されないように注意してくださいね。ちなみにプーリーをブシタイプにするとこんな感じです。こうして見ると変えたくなるのもわかります。これもいくらグラフ上で目立っても1ワットは1ワットなので、タイヤや空気抵抗関係と比べたらかなり小さいです。というわけで今回の動画はこれで以上です。最後まで見てくれた人はぜひコメントで感想を書いていってくださいね。リクエストなんかももらえると助かります。それじゃ、またね。バイバイ。バイバイ。